劇場版名探偵コナン。初代監督、児玉健二さん作品の反応集。ネタバレあり。第一作、時計仕掛けの摩天楼。脚本、高知和成さん。初期の映画って脚本がすごく良くて、ストーリーが面白い。伏線がちゃんと最後に繋がる。とにかく犯人が、謎に建物を爆破しまくれる、コナン映画において。珍しく火薬の入手ルートが、確定してる作品なんですが、森谷教授が盗んだ火薬はかなり大量だった、と説明されるので、私は、これ以降の犯人は全員、教授から火薬を分けてもらってる、説を唱えてます。建築物が左右対称じゃないので爆破を決定。子供ぶりに見てみたら犯人の動機、サイコパスすぎて笑っちゃった。逆に本物の、芸術家の狂気が感じられてむしろ好き。新一との赤い糸切りたくなかったの。これを超える名シーンは永遠に来ないと思う。この映画では蘭姉ちゃんが、市民栄誉賞をもらうレベルの活躍をする。人生にも愛は必要ないと言っていた森谷帝二が、他人の愛を爆弾のトラップにしていたの、めちゃめちゃ性格悪いし。その悪意にもマジの愛から来たる発想には、勝てないという構図。良すぎる。最後に勝つのが犯人でも、コナンの推理でも、博士の発明品を使ってのアクションでもなく、ヒロインなのが最高なんだよ。スタッフも長くなるとは思わず、最初で最後だという思いで、作ったので、気持ちの入りが違うってどっかで見た。第2作、14番目のターゲット。脚本、高知和成さん。犯人は爆破とかやりすぎやろとは思ったけど、ソムリエのあの首からかけてるやつの代わりに、お玉かけておちょくるのは、切れてもしゃあないと思った。小声。14番目の一番の被害者って、村上城じゃない？出所して小五郎に礼を言おうと思ったら、犯人のソムリエに殺される、ディーラーの村上が不憫すぎる。ハワイで親父に教わった。のデビュー作。一日教わっただけであの技術なら、なんかそういう仕事した方がいいよ。小五郎と日照が別居した理由が出てきたり、めぐれ警部が帽子を脱がない理由の伏線が出てきたり、小五郎が警察を辞めるきっかけや、実は拳銃が上手かった話。コナン好きとしては小話が多いのもいい。コナンが犯人に気づいたきっかけが、なんかよくできてたなぁ。コナンもなんでこの人ってなってたし、いつもと違うたどり着き方がいい。最後犯人が表変するとこが、面白い。最後にコナンが言う、A に助けられたのは俺の方ってオチ、めっちゃ綺麗だよな。作中の冒頭にちょっとだけ出るワードが、最後の映画の締めに、重要なワードに昇華する演出、素晴らしすぎるよな。全体的に静かな雰囲気で好み。ザードの主題歌もすごく感動する。第3作、世紀末の魔術師。脚本、高知和成さん。今より探偵っぽい謎解き。歴史に関係してて、エッグの写真仕掛けには感動したな。一昔前は四女アナスタシア生存説があった中でこの映画では、三女マリアが生存してる前提で、ストーリーを作ったところが面白い。最後感動だよね。マリアが夏美さんの曽祖母。曽祖父と曽祖母の秘密。エッグの秘密、曽祖父の願い。そしてこれを謎のままにしよう、という男二人。バルシェニクかったべか。テーマだに、覚えてるからすごいよな。エッグの秘密が明かされる場面で、流れる、アイルビーゼアが、好きすぎて、ロシアの歴史に興味を持って、まずラスプーチンをググってみたら、歴史的な巨根って出てきて、めっちゃ笑ってしまった。このラストめっちゃ好きやわ、ネタじゃなくマジできっとかっこいいやん。最後パチンって消えるとことか、息やん。でも走って物陰とかに隠れとるんやで。知らんけど。鳩めっちゃ懐いてるし、ちゃんと世話してるんだろうな。第4作、瞳の中の暗殺者。脚本、高知和成さん。すべての要素においてほぼ完璧に近い、瞳の中の暗殺者が最高なんだよね。ストーリー、演出、音楽、タイトルすべてが完璧な映画。新一が蘭のそばにいて守ってるのもいいし、その子の蘭への友情にも泣けるし、人物描写が丁寧でいいんだよね。その子が、たとえ記憶が戻らなくても、私は一生友達だからね。っていうところが一番好き。蘭が記憶喪失になってもコナンが、蘭、と騒ぎ立てずに、クールに対応して、ずっとそばで守ってたのが好印象だった。みんな大好き母親第2弾。これハワイ何泊したんだろ。遊園地で犯人が目になんかつけてるのは、ちょっとかっこいい。瞳の中の暗殺者見るたびに、犯人忙しいなって思っちゃう。一番サスペンスとアクションの、バランスがいいから好き。蘭が記憶を取り戻すシーンが、神がかってる。新一とコナンの、おめえのことが好きだからだよ。この地球上の誰よりも、を定期的に聞きたくなる。おっちゃんが営利に言った言葉と、同じっていうオチもいい。
最後の方、佐藤刑事が助かったと、病院から連絡があって、警察の男連中が大喜びしてるのが可愛い。第5作、天国へのカウントダウン。脚本、高知和成さん。クオリティ高いし見どころ多い。予告の段階では、灰原が組織に寝返るみたいな前振りあって、ドキドキしたの覚えてる。実際は違ったけど、おじいさんの家行ったら、子供が警察の真似事するな。って怒られて、手土産に色紙にイラスト描いてもらうシーンが、なんか可愛くて好き。最近忘れてたけど、これがリアルな子供に対する反応だよな。オープニング壮大で最高だし、ジンがドジっ子だし、あゆみちゃん乙女で可愛いし、光彦も玄太も熱いし、蘭姉ちゃんもかっこいいし、愛ちゃんも切ないし、コナン君スケボーでビルに乗り移るところ、マジでヒーローだし、車ぶっ飛ぶところのアクション派手で見応えあるし、何度見てもドキドキワクワクして、最高の映画です。狂気的な芸術家が出てくる映画好きだな。と思ったら、シンメトリーの森谷定治も児玉監督か。共通点見つけたら、嬉しくなるし他の作品も見てみたくなるな。メインテーマのアレンジが神だよね。連絡橋の前なんです。からメインテーマの流れが最高。博士がクイズの時に歌う、反来数、3回よそえばサンライズなんちゃっても好き。今と違って子供たちがちゃんと、役に立ってるラストがいい。第6作、ベイカーストリートの亡霊。脚本、野沢博さん。メインテーマアレンジも含めて、一番好き。コナンの力があまり使えず、子供たちみんなが、力を出し合いかばい合って、切り抜けていたのがとても好き。コナンの仲間が疑似的に死ぬ。博士のアイテムがほとんど使えない。コナンが諦めかける。工藤優作が唯一登場する。異色揃いの名作。最後の列車の場面好き。ラストでヒロキくんと、コナンの会話に泣きそうになる。子供が世界に絶望っていうのして自殺するってストーリーが本当に悲しい。当時映画の影響で、ホームズにハマって文庫本買って読んでた。おかげでその後、いろんな小説読むようになった。乱編ばっかの滝よ。コナンくん。このシーンはかなりの名シーンだと思う。その後の BGM も秀逸。人工頭脳なんてまだ生まれちゃいけない、あると大人たちが悪いことに使っちゃう。日本の悪しき世襲制のリセット。ぐさっときた。最後までハラハラして、エンディングであえてしんみりさせてくるのがいい。また、この脚本家の方の映画が見たい、亡くなられているから見れないけど。第7作、迷宮のクロスロード。脚本、高知和成さん。和葉が手まり歌歌って、刀引き出すとこが、名シーンすぎてそれだけで名作や。手まり歌めちゃくちゃ覚えたな。無駄に爆発しないし、でも人たくさん死ぬし好き。俺が義経になりたかったんや。これマジで何言うとんねん。犯人の表現好き。普通に誰かわからんかった。やる気満々で髪セットして、眉整えたんやろな。綺麗なんだけれど、CG 初作品だけあって、バイク目線の画面が映画館ではちょっと酔った。まだ子供だったせいか、矢を階段代わりにしてボールを蹴るシーンは、違和感なかったけど、この前見返して、いやいやいや無理無理無理。ってなった。最初からランちゃん読んでたら、コナンが放火することもなかったのに。ざっと見ただけで不法侵入、薬物摂取、飲酒、放火。さすがコナンさん。猛毒塗ってるの卑怯すぎて笑ったわ。どこで手に入れてん？唯一の新一本人登場映画かな？もっと出てきてほしい。いつも蘭のことばかりの新一が、和葉を守ろうとしてる紳士的なところがかっこいい。蘭のやっと会えたねのセリフと、平時の探偵やらせたら。一人前やけど、侍としてはいまいちやな。のセリフが最高に好き。倉木舞の主題歌が映画と本当に合ってて、今でもこれが一番好き。以上。ちなみに児玉健二監督は、他にも、シティハンターシリーズ、ルパン三世、フランダースの犬、結界師、ブラックジャック、などにも関わっています。また、2023年公開の、黒金のサブマリンの監督は、ゼロの執行人と同じ、立川譲さんです。いろいろな人気漫画の考察、反応集を投稿していくので、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。